仕事やりながらこれもやってって両方とも当然真剣にやってるわけですからしんどいですけど、そのしんどさと同じぐらいやってる価値っていうのは得たかなっていうふうに思いますね。だからこんな音表現できるんやってすげえってなると思います。音を聞いてもらいながらこのステップどれと同調させてんのやろっていうのも見方としては楽しんでもらえるかなっていうふうに思いますね。ダンスとの出会いはね、ダンスの出会いは、自分小中高と陸上やってたんですけど、高校で陸上引退して、なんかやらんとなずっと陸上やってたんで、何にもやらへんっていうのがムズムズして、でボクシングやろうか次はボクシング痛いでダンスの方がやっぱりいいんちゃうかみたいなところから始まったんですけど、ダンスしようっつって始めて、もう何したいか分かんないじゃないですか、SNS なんかなかったですから、ビデオ屋さんになんかダンスの動画売ってへんかって探しに行って、その時に確か売ってたんが、トニー T さんのダンスレッスンみたいなありましたよね、 VHS で。それを見ながら見よう見まねで、阪急茨城のロサビアの前でちょっとその仲間たちでもう創作ダンスです。何にも分かってないけど、とりあえず踊ろうみたいな。そうですそうです。毎日練習してたらある日、2人の方が寄ってきたんですよ。ゆうゆうさんとナナさんですよ。おお、そうなん。そうです。ゆうゆうとナナが初めてない。いわゆるダンサーとの出会いっていうのは。そうです。自分らがこう調子こいて踊ってたら、横でずっと最初見られてて、もう見られてるわ、なんか俺らのダンス見せようぐらいの感覚でやってたんですよ。ちょっと休憩してたらパーってゆうゆうさんがやってきて、ダンスやってるんですかみたいな。すごい人って僕思ってなかったんで、ダンスやってるんですよみたいな。ダンスやりはるんですかみたいなしたら、ちょっと一応ダンスやってますみたいな。ロックダンスっていうのを踊ってるんですけど知ってますみたいな話で、でも知らないじゃないですか。いや知らないですそんなってちょっと見せてくださいって偉そうに言ったら、ナナさんとバーって踊り出して前でめちゃくちゃかっこよくて、で今まで偉そうやったからすいませんみたいな、なんかなんやこれ本物来たみたいな、かっけーみたいな感じになって、これロックダンスって言うんですかみたいな、これロックダンスっていうねみたいな、興味あるみたいな、花江さんもここよく通るんでまた紹介するわって言って、次2週間後ぐらいに花江さんが来たんですよ。そっからもうロックを教わって、なるほど、それがロックと出会ったきっかけですよね。当時梅田のイングスでやってた時にちょっとそっち来て一回やってみるかみたいな、みんなにも紹介したいしっていうので、イングスの地下のところ連れて行っていただいて、イングスっていうのはもうエンジェルダストブレイカーズ、僕らの練習場や。そうです。で誰もが行けるとこじゃないから初めて行ったんですね。じゃあもうそこ行ったら、僕らはもう花江さんとかゆうゆうさんとかその時もうダンサー見てなかったんですけど、そこ行ったら横井さんはいてる、横井もおったイングスに。でカズさんがいて、当時オーキャンドツッコミでやってらっしゃって、みんなにご挨拶して、最初原田さんいらっしゃらなかったんです。何日かして原田さんが来られて、もう当然周りも原田さん来たらこうピリッとするんでで花江さんもちょっと紹介するわっつって、その時初めて紹介していただいて、今ちょっと自分らが面倒見てる若いやつらですみたいな挨拶させていただいて、おおっつって、花江さんにこの子らちゃんと本気でやれんのみたいな、やれるよなって言って。もちろんやりますみたいな、それが一番最初の原田さんの出会いですね。なるほどな。いやイングスめっちゃ厳しかった。ちょっと外れで練習したりしたら怒られるやん。そうですね。ちゃんと守ってくれへんかったら、そうですそうですそうです。もう出ていけって言われるよ。でゴミしたりとか。そうですね。確か原田さんがそこのもう管理者と言いますか、そうやね、責任者だったんで。そうそうそう、名前の登録してたから、もう名前書きましたもん。そうそうちゃんとしなあかんと思って、そこでもういろんなすごいダンサーの横で学びながらやらせてもらいました。そんでスタイルオブオールドスクールのジュニアっていうことで、そうですそうです、 J ソースですね。ジュニアスタイルオブオールドスクールで花江さんからお名前頂戴して、ODD でも準優勝、準優勝しました。ボリューム13で、あの時3位がブロンクスやからね。そうですよ。ブロンクスに勝ってるからね。そうですよ。優勝は 3D コネクション&ニューパワー G。 そうでしたそうでした。衝撃的でしたねあれも。2位が J ソースで3位がブロンクスっていう、もうオールドスクールばっかりやな。ボリューム5と6そうですね出て、まあファイナリストとして出たけど何も入ってないっていう。そのマッドオンでジャパン今年で5年連続出場なわけで、ありがとうございます。
で昔は J ソースでそうジャパンを目指してて、ほんで何年か空いて、また今度マッドオンでジャパンを目指すって、そのモチベーションはどこにあるの？一時前線といいますか、そういう戦いの世界からは距離があったんですけど、どっちかというとプロデュースしていく方がなんか楽しかった時期があって、あるダンサーとの会話で松尾夫妻なんですけどね、マッチョと安子じゃもうまさにここのスタジオで、いつもレッスン終わった後にもう毎週のように飲みに行ってる時があったんですよね。自分の夢を2人に語るわけですよ。これさどういう風にしていきたいのみたいな。ビバップはまずすっごいこんな楽しくて、こんな可能性のあるジャンルでものすごいパッションもあって、まずそれを大阪で広めたいみたいな話をしてて、へーみたいな。でどうすんのみたいなとか。じゃあ誰かが行動を起こさないとダメなんじゃないですかみたいな。じゃあ安子ちゃん同い年なんですけど、普段ね自分の方がダンス始めたんで、安子ちゃんは敬語なんですよ。だけどもうそういうお酒の場ではもうタッチブルガッマッチョも横でもうそうだそうだみたいな、おっさんどうするんですかみたいな、おっさんまだまだいけるっしょみたいな。でそれはね嬉しかったんですよ。なるほどなるほど。そう見てもらってるっていうのが。ホッセン行けよお前っていうことを言いたかったってことですね。なんかホッさん陰でそういうことしてる人じゃないじゃないですか。なんかそうやってこうほんまにそういうパッション情熱があるんやったら、自分がやっぱり身をもって人前に出て自分が行動してそれを人に見せて、それを見た人がついてくるんじゃないですか。リムもまさにそれをやってたから、バックがめちゃくちゃマイナージャンルやったし、そうです。自分らがって言ってジャパン出て、そうですそうです。ボリューム13でね3位になって、その時の2位がねリポール FX やからね。そうですね。一緒なんですよ。でも私は行動しましたよ。もうそこがバコーンって刺さって、じゃあホッさんは行動するのしないの？するでしょ戦いの場から一線を退いてたんで、出るっていうのも怖かったんですよ。だけどもう出るって覚悟を決めたら、本当にもう今もそうですけど、もうビバップはマッドやと言ってもらえるぐらいの全国からね。ビバップといえばマッド&マスターズ、当然サウンドクリームステッパーズもありますし、関西ジャズステッパーズもあります。もうそれはもうそれなんですよ。もうここの人たちは。もちろんもちろん。なので今もうビバップでって言ったらマッド&マスターズって言われるぐらい、もう全国誰に聞いてもって言われるぐらいのところまでとりあえず目指そう。そこを目指そうと思うと、やっぱり結果も出さないとっていうところで。もう目指すところは一つしかないですよ。もうそこで頂点取りたい。簡単なものじゃなくて、やっぱり JSO 時代からしてますし、もう1年間かけてやっぱりこう挑むわけですよ。でその1年かけて挑む姿っていうのはやっぱりみんな見てくれてますし、仮に取れなかったとしても何か意味があるんだなっていうことで、もう毎年毎年諦めずに何かしらの全国の人たちがね、ビバップといえばマットってまだ言ってもらえてないと思ってるんで、そこに近づけるように必ず当日までにはちゃんと調整してすっごいものを見せますんで、はい。将来の夢目標は？短期の夢としてはもう間近である、今回5回目になるジャパンファイナルで優勝することですよ。まあもちろんそう思わんと特別賞狙いとか絶対そんな入れない。だからもう必ず優勝することですね。そこで優勝して結果を残して、それをきっかけにビバップというシーンをもうもっと広げたいっていうのがもうまずはこう目先の目標であるということと、中期的にはシーンがもっともっと広がって、安子ちゃんの回でも言ってましたけど、いつかはねフックアップのビバップがこられますよね。なんかこう自分がすっごい楽しんでるジャンルがフックアップとかジャンルの一つになると、ようやくなんかマイナーからメジャーじゃないにしても認められたジャンルになったなっていうので、すごく嬉しいなっていうのがやっぱり中期的な。でもやっぱりここ最近は毎回トゥルースクールにもビバップのチーム何チームか出たり入賞したりとかして、全体的にすごいビバップって盛り上がってきてるなっていう印象はある。長期的にはここまで愛したダンスで、ここまで魅力的になったビバップはもうやっぱ生涯やっていきたいなって思ってるんですよね。それで関わってきた仲間もすごい増えてきてるんで、70代80代になっても集まってずっと踏んどけるようなお酒飲んだりとかで、あん時あやこうや言いながらやりたいなと思いますし、ビバップってそういうのやっててもなんかかっこいいなと思えるジャンルなんで、そこがやっぱりもう最大の目標ですかね。はい。今日は
長い時間ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。楽しかったです。昔から結構知ってるけど、その昔のエピソード逆に知らんかった。あ、そうですか。駅でこう踊ってて、ナナとユウユウに会って、まず衝撃を受けたとか、就職して、ほんでずーっと俺は転職とかしてると思ってたから、そうじゃなくそれ一本でやってきて、ビバップをやっぱりそこまで愛してたっていうのがなんかすごい嬉しい。家族もみんなそうやってダンスラバーで、奥さんもダンスに理解があるっていうすごいいい環境やん。めっちゃ羨ましいな。ありがとうございます。ほんまに素晴らしいよ。それはあなたの頑張りがあってからこそその環境が生まれてるっていうのがあるから、やっぱりそうやって一つのことに向かって突き進むって大事やなってすごい思わされたから。いやー、そんなのありがとうございます。なんかありがとうございます。ありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ここ BN スタジオもチェックよろしくお願いします。